椿だぜ。チカなのよ。今回はメガドライブ、ストリートファイター2、ダッシュプラスをプレイしてもらうわよ。デタナスト2。今回からゲームをプレイする前に発売当時の状況や、ハードについても振り返る時間を設けるわよ。はい。前回のゲームギア画廊スペシャルの動画ですが、ハード性能的に頑張っているという点のフォローが薄かった。そのあたりは反省してより良い動画作りに努めていくのだぜ。レトロゲームを取り扱う以上、レビューには当時の視点が欠かせないのよ。つばちか。はい、先生です。ほい、生徒です。ゲームの前に当時の状況を振り返るわよ。時勢を学ぶと書いて時勢学のお時間です。それは歴史のお勉強では？当事者としての当時の気持ちなんかも加味するのよ。ストリートファイター2は1991年、アーケードで人気となった格闘ゲームね。この時代のコンシューマーはどんな感じだったかしら？お金持ちはスーファミ持ってました。はい。前年度の11月にスーファミが出たばかり。普及率はまだまだといったところね。メガドライブや PC エンジンとシェアを争う形。PC エンジンは87年、メガドライブは89年のリリース。3年越しで第4世代が出揃った形になるわ。熱い時代だったぜ。シェアの話であれば強かったのは任天堂。先代のファミコンもまだまだ現役だったわね。94年までソフトが供給されていた化け物だ。先代からバトンを引き継ぐ形でスーファミのシェアはどんどん拡大していったわね。兄貴がいるやつは新規ハードがすぐ手に入って羨ましかったぞ。アーケードの稼働から1年ちょい、初の移植版としてスーファミ版が登場するの。部活サボって友達の家に入り浸ってた。当時としては大容量、16メガのカットリッジ。完全移植とはいかないものの、かなり高品質な移植作品で大人気となったタイトルね。これを基準に考えちゃうと、他の移植が気の毒に見えちゃう。そこから1年後、PC エンジン版が出たのよ。カードが物理的に分厚くなってるやつだ。こちらは無印ではなく、後継であるダッシュの移植、四天王が使用可能で、様々なマイナーチェンジも行われているわ。剣の昇竜剣がガツンと斜めに行ったり、ザンディやホンダがすり足使えるんだ。ごっついヒュカードを採用することで異例の20メガ、他社ハードに先んじて最新バージョンのダッシュが移植されたのよ。マジかよ、くっそ、PC エンジンばっかりずるいぞ、とはならなかったんだよな。はい、この件で一番損をしたのは PC エンジンかもしれないわね。翌月にはスーファミに最新版のターボが登場するのよ。メガドライブ版は発売延期を繰り返していたな。スーファミ版のターボも PC エンジン同様20メガ、この辺りからロム容量が肥大化傾向にあるわね。はい、そしていよいよメガドライブ版の登場。発売日はスーファミのターボに遅れること約3ヶ月。9月末に販売開始となったのよ。PC エンジンと同じくダッシュとして作られていたが、ダッシュプラスにタイトルが変更されたんだよな。ロム容量は驚異の24メガ。ダッシュの亜種みたいなタイトルだけど、中身はターボなのよ。だったらターボで売ればいいのに。先にスーファミでターボを出してしまったので、その名前はすでに使用されています。的な、雑誌掲載時もターボである点は積極的に伏せられていたの。新規のエキサイトモードが搭載されるって程度の情報だったわ。そのエキサイトモードが実質ターボなんだよな。余談ですがファイティングパッド対応第1弾ソフトなの。これはモースト2専用コントローラーだよな。操作性の良さはセガサターンにも引き継がれたわね。ちなみにこのファイティングパッド、発売は93年の1月だったのよ。スト2の発売日の伸びっくりがよくわかる。このパッドは後継機のメガドライブ2では標準パッドに採用。近年のメガドラミニなどでもこちらが採用されているわね。ちょっと小さいけど手によく馴染むんだ。はい。ということでどうしても、スーファミ版と比較されることが多いタイトルになるわね。ほぼ同時期のほぼ同じゲームだしな。つばちか。はい。それではゲームスタートなのよ。メガドライブ版独自の要素としては多機種版ではカットされていたオープニングデモが削られずに入っているのよ。よくわからない人が殴り合ってるデモだな。左がマックス、右がスコットなのよ。名前あったのかよ。ストリートファイター5の時代にカプコンのサイトにシリーズに登場する人物の詳細情報が掲載されたのよ。タイトルロゴはダッシュ時代の色だな。はい、エキサイトモードを選ぶとターボカラーなのよ。スーファミ版では隠しコマンドが必要だった部分も初期状態から選択可能よ。標準速度で星なしから星10まで11段階の速度調整が可能ね。キャラのデフォカラーもターボなんだな。これはエキサイトです。スタートボタンで決定すると初代カラーになるわ。赤鉢巻きなんだよな。ニューでゲームスタート。最初の対戦相手はホンダね。常識的に考えたら近いところから回りたいよな。よし、
ピヨったな。超い。飛びが雑すぎるわよ。打点が高いと繋がらないのか。昇竜拳。もったいない。ピヨってたな。昇竜拳。負けちゃった。いや、まあ、最初ですし押すし。パッドが馴染むのに少し時間がかかるだろう。手も冷たいし仕方がないね。ラウンド2、勝てるかしら。しまった。大チャンスを安く済ませてしまったわね。昇竜拳。出てない。うわ、めくりだ。やめて。ちょっと。もう助からないぞ。助けて。生きてる。死んだ。あれ難易度設定間違ってない？至って標準の難易度です。コンティニューしていいのでクリアしてね。さすがに初戦敗退は想定してなかったわ。ちなみにコンティニュー画面のアニメーションもスーファミ版では削られている要素なのよ。コンティニュー、ターボカラーだ。1人目ならコンティニューせずやり直しでもよかったのよ。今の見ただろう。この力士はやべえ。これは後に回すともっとやべえってことだ。1人目で出会えたのは幸運。圧倒的良好。ここで沈めておかねば安心して先には進めないのだ。さて、メガドライブ版、感触はどうかしら？感触は悪くないぞ。ちゃんとスト2になってる。レスポンスも良好だと思うぞ。後で述べることにはなると思うが、色数とかボイスの面は少し見劣りするな。そのあたりはハード性能の制約も大きい部分なのよ。ボイス的な意味で言えばどうしてもスーファミの方が高品質なイメージもあったんだ。でも色々なゲームで遊んでると感じる部分として、スーファミでもひどいものはかなりひどいんだよな。イメージとしてはスーファミはオフロ録音チックにこもっていて、メガドライブは無線通信チックにガビガビするのよね。そう考えれば本作のボイスは良くもないけど絶望的に悪くもないな。当時はみんな風邪ひいてるなんて言われていたのよ。BGM やエフェクトなんかの音は悪くないな。その辺は採用している音源の違いもあるわね。メガドライブでは FM 音源、スーファミでは PCM 音源。業務用に近いのは FM 音源の方みたいね。ホンダは無事に倒したぞ。お次はブランカね。ちなみにメガドライブは同時発色数が64色。スーファミはその4倍の256色なのよ。少ないような気がするが、そこまで気にはならないな。超い。しっかりダウン取らないと差し替えされるわよ。ちょっと落ち着いてもらっていいですか？冷静に。弾なんだわ。尺の都合もあるので1キャラ1試合程度にはしょるわよ。了解だ。サクッと倒してやるぜ。お次はアメリカ、ガイルなのよ。個人的には注目のポイント。アルゴリズムがアーケードと同じなら簡単に倒せるはず。いけるぞこいつ。ちなみに左の2人組、タキシュ版ではカットされているのよ。ごっつぁんです。ミスった。昇竜拳。はい、お疲れした。難なく撃破ね。感じの距離で昇竜拳を打つとサマーを誘えるんだ。隙だらけなのでボコボコにできるぞ。はい、カプコン名物、車壊し。ここもさっぷりとカットなのよ。次は剣だな。アメリカからアメリカ。国内移動だな。剣の倒し方は覚えているかしら？こいつは技に頼りすぎなんよ。なんか適当にぶっ破してくるので後出しを心がけていれば楽な相手だ。ピヨってなかった。なんか知らんけどお互いにスカったわね。波動拳。開いた。アッパー弱昇竜拳。ちょろいぜ。余談ですが昇竜拳と波動拳は単語登録しました。そうしないと上り竜拳とかって発言してしまうのだぜ。上り竜拳。次はチュンニー。チャイナ。こいつも基本は飛びを落とすんだ。ターボからは弾も打ってくるから分かりやすい弾には飛び込む感じ。あの弾もよく見ると青くしたヨガファイヤーが3個固まってるのよね。スーパーからは専用のモーションも追加されて弾もグラディウスのボスみたいなのになったよな。さすがにバブルアイとは違うやろ。2ボスだっけ？ 3の2ボスね。はい、どうでもいい話をしていたら敵の体力も残りわずかだ。1人目のホンダにボコボコにされた時は焦ったわよ。これクリアできるのかしら？って大丈夫。手も温まってきたから。 USSR、 かつて存在していた国、ソビエト連邦だ。昔のゲームでソビエト表記を見ると時代を感じちゃうわね。国尾くんのどっち？ソビエトの曲は好きだぞ。はい、ザンディエフ、容赦なくはめていく。伝統的な狩猟方法と言ってくれ。狩猟すんなし。逃げキック打ってりゃなんかその感じになります。竜なら逃げジャンプキックからの竜巻も狙っていけるな。同じことを剣でやるとダウンが取れないので危ないのよね。この時代は空中竜巻も真横に進むからな。はい、ボーナスステージです。
つばちか。つばちか。次はダルシム。いいんだね。こいつもターボになって戦いやすくなった相手だ。追加された技はヨガテレポートね。ダッシュからのマイナーチェンジ版ではあるが、新規のモーションみたいなものは全然ないんだよな。怪しい海外版に対抗するために大急ぎで作ったって話ね。レインボーとかサンダーとかってやつだな。ターボでゲーム速度が上がっているのは海賊版のプログラムを応用したって話ね。パクリ返したのか。カプコンの岡本さん曰く、ターボの開発期間はわずか2週間程度って話なのよ。フットワークが軽いな。企画の段階で何ヶ月も会議してそうなのに。はい、お次は日本。竜ね。ホンダからスタートだから、こいつを倒せば四天王だ。こいつは弾を待って飛び込めばいい。ザンギでもウリャッチョだけで倒せるぞ。半端にネタ仕込まないで。そのネタ使うならザンギじゃなくてザンデュラでしょ。ごめんね。いいのよ。相手。次の弾を待つ。はい。なんとか倒したわね。ナンクルないさ。冷静に考えたらホンダとブランカが一番事故りやすい気がするわ。お次はバイソン。3回目のアメリカ。こいつは適当に大足と弾打ってればいけるやろ。四天王。昔は隠しのボスキャラってやつもすごかったんだけど、ダッシュ以降は普通にプレイヤブルになって、あんまりボスって感じはしなくなったんだよな。対戦が活発になるほど見る機会も戦う機会も増えるのよね。同じゲーセンで遊んでると自然と顔を覚えてくるもんだ。椿さんは隣町のゲーセンにいたのよね。高校が市街だったからな。帰宅途中で寄れる店になっちゃうな。まあゲーセンっていうか本屋やツタヤで遊んでいたことが多いけどな。そういうところは対戦台は置いてないのよね。商店街にあったお店は対戦メインだったけど、ワンプレイ100円だったのであんまり行かなかったな。ただ新作の入荷が早いんだ。出たばっかりのスパッツ X とか、シンサムをすぐ遊びたい時に利用してたな。はい。ボーナスステージはさっくりカット。次はバルログだな。スペイン。余談だけど本作は CM にセインカメを起用。実写版のバルログがメインに使われていたわ。こいつもサクッとはめちゃうぞ。そりゃ。飛び込みでバッテンを誘ってそのまま投げるのね。投げられた。そりゃ。投げられてる投げられてる。困るよ。台本通りやってくれないと。私たちも台本なんて用意せずにノリだけでやってるけどね。そんなことだから前回みたいなガバイレビューになっちゃうんだぞ。レビュー部分はしっかり台本を書こうと思いました。お次はサガットだ。はい。何か色に余裕があるのでここからはノーカットです。構成もガバガバだよ。こいつは基本的に弾に飛び込む感じだ。雑に飛ぶとアパカカハイキックで落とされるからな。やばい。アイブ。くっそ、弾が鬱陶しい。ここだ。下手くそ。本気でまずい。てーい。当たってない。最後の最後で飛びが雑。さすが帝王だぜ。弾だ。弾に飛び込むんだ。赤。雑に飛ぶからよ。とりあえず仕切り直そう。もろたで。はいはい。欲張らないセット。ミスったんご。ポンコツ。はい。欲張らない。はいはい。弾で。削り大事。我慢我慢。もろたで。置き攻めが甘い。どうにかしてください。まずい。慎重にどうぞ。あかん。なんで飛ぶのよ。くっそ、悔しいなこれ。コンティニューしての再戦。再び赤八巻きである。はい弾しっかり重ねていく。あらら。うっそーん。置きを確かに。調子に乗んな。しまった。大チャンスが安上がりに。はい。あと一発。チャンスよ。まずは一本。その調子でどうぞ。戦い方は間違ってないはず。雑な球拾っていこう。じっくり待つよ。引きつけすぎた。はい。足払いからの球削り。何その怖いワード。はい。欲張らずに一個ずつ。はい。手堅くガードしましょう。はい。いけるいける。はい。焦るな。はーん。まだ平気よ。中足。ストレート。ひゃー怖い。わかめ、勝った。サガッと撃破。
よーし、残すはラスボスのベガだけだぞ。ここまでにミス。うち1ミスは所詮というね。勢いで始めるからだよ。普通ロケハンとかするだろう。上手なプレイって多分求められてないのよ。昇竜拳が鍵握ってるわ。ベガは基本突進技ね。昇竜拳。うわ。違う。あかん。甘えた行動にはしっかり差し込まれる。ヤフン。あだ。超い。ポコポコ蹴られすぎ。強えぞこいつ。ラスボスですし。ああ、負けた。ヘッドプレス。どうすりゃいいのかなこれ。ボケ防止のために古い記憶を総動員することも大事なのよ。うわ、なんか出た。怒りの練りチャギ。チャンスだ。あれれ。テクニカルに見せかけるポンコツ。えへへ。まずいわこれ。あかん。昇竜拳ガードされたらお仕置きされるのは仕様です。ヘッドプレスに反応できねえ。負けました。一本も取れないのはさすがにまずいだろ。コンティニューである。彼は負けないわ。何度だって立ち上がるのよ。出たわね。コンティニューのポジティブ変換。カットしたけど秒で負けているのでコンティニュー回数はこれで4回目。そういうの積極的にバラしていかなくていいから。スコア見れば1回増えてるのは一目瞭然なのよ。ちょっとした雑談の隙に負けてるんだよな。展開がとても早い。こんだけ無様に負けてるけど、お見せしているってことは勝つってことだよ。一応実況の手でやってるので、めたい感じで編集前提のネタバレしないで。うわぁ、勝てるかな。どうなるんだろう。ドキドキ。プレイヤー目線でコメントしやがる。パターンは見つけてあるんだ。玉重ねる。昇竜拳。その足もらった。暴れ狩り。いい感じの距離で後出しの昇竜拳。多分これでいける感じ。ガードされるとお仕置きされてしまうので適当はダメよ。うわ、落とせない。もう、ふわふわしやがって。落とした。いい玉一つ。いい玉二つ。戦時中か。おっとっとっと。昇竜拳。玉で固めて。無理ぞ。鳥かご。波動拳。逃げた。大足。波動拳。波動拳。倒せる。当たってくれ。当たってくれたわね。なんとかクリアだぜ。コンティニュー回数は4回でした。手強い相手だったぜ。はい。無事にクリアできたところでレビューをお願いするわ。よくできてる。カプコンがちゃんと出してるだけのことはあると思う。色数やボイス面ではスーファミ版には至らないのだが、ゲームプレイとしてはアーケードに近い感覚でプレイできた。細かい部分で見ればスーファミ版よりも優れているという点もちらほら見える。ただ、スーファミとメガドラ、両方持ってるなら、先に出たスーファミ版でいいんじゃないかな。スーファミユーザーがメガドラ買わなきゃ。ってなるかといえばそこまでではないな。先にも述べた通りほぼ同じゲームだしね。メガドライブしか持ってないスト2のファンなら、これは待ってた甲斐があったと思うよ。スト2のためにスーファミ買わなくても、メガドラ版があるじゃんって言える内容だ。移植として見れば見事な完成度だと言えるだろう。発売延期しまくった回もあったわね。なんやかんやで6ボタンパッドは遊びやすい。スーファミ版はどうしても標準のコントローラーだと、慣れるのに少し時間がかかるからな。それについては次の世代、プレステとサターンでも同様のことが言えるわね。サターンパッドは歴代でも最高のパッドだと思うぞ。アナログスティックに本つけて再販してほしいわね。結局表彰台に上がってる竜。これはクリア演出で全員だからね。はい、本作の判定は、両移植。お待たせしたメガドライブユーザーの期待には十分に応えられてると思うぞ。スーファミ版もやらないと。つばちか。はい、無事にクリアできたところで今回はここまで。そういやうちのメガドライブもいつの間にか6つボタンのパッドを当たり前に使うようになっていたな。メガドライブ2だったの？いや、メガドライブもメガ CD もでかい方だったよ。どっかのタイミングでパッド買い替えたんだな。あんまり対応しているゲームの記憶がないわね。94年の11月にはサターンが出ちゃうもんな。これもなかなかすぐには買えない。普通に4万ちょいしたからな。バイト禁止の高校生にはきつい。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。Twitter もやってます。チャンネル説明にくっついてるリンクからフォローできるわよ。最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。はい、なんか適当にスト2の思い出を10秒くらいで。なかなかに無茶ぶりだな。とにかく大人気でアーケードのコンパネが全部6つボタンのやつだったな。
そんな筐体にネオジオのゲームが入ってたこともあって、A ボタンの位置がお店の気分次第なんだ。あったわね。私はジャックキックの位置が A のやつがいいわ。上り型。